さあ始まりました。最初のターゲットはこの車。体感を体感しよう。アンロックまで残り2枚。キリが悪そうですが。私にはいい考えがある。キャリアなのだ。その通り、この時のために温存しておきました。ここを乗り越えれば設計図が2枚手に入ります。計画通りハンテッドですね。嫌な予感がするよ。だがしかしおかし、こちらも我に策あり。お手並み拝見だな。レースの終盤、私は運転を放棄する。タッチドライブか。タッチするのはキーボードだけでな。上海の最後のジャンプ台ですが、壁沿いに設置しておりません。しかもカメラが許しスローになるし、ジャンプ台への侵入が非常に困難。そこでタッチドライブ、自動でジャンプ台に侵入してくれます。いい感じだで。もうめちゃくちゃだよ。疑惑の逃げ切り。逃げ切ったかどうかは不明だが、レースを完走したのは確かである。フラッシュ。これで安心だぜ。とりあえずアンロックといったところか。気持ちいい。これからが本当の地獄だ。やめたくなりますよ。なんか部活どうすっかな。俺もな。そうは言ってもこれは無課金にようやく訪れたチャンス。次のチャンスはいつ来るかわからないし。やらざるを得ないだろう。さあ本格的にカーハントの時間がやってまいりました。すでにだるいんだけど。長い道のりであります。エース配分は大事。なるほど、長期的な視野が必要ですね。今回のカーハント、やや特殊な仕様でした。どこが違うんだい。スペシャルイベント枠、これが一つ。このロード画面も特別仕様。確かにいつもと違う雰囲気だ。もう一つは映像を交えて紹介しましょう。結局違いは何なのよ。つまりパックが2つしかないわけですか。その通り、無課金税には厳しい設定。さあ報酬をいただきます。勝利の栄光、君に。今回ですでに163周。まだ折り返してすらいない。二つ星だし折り返してると思うけど。単純計算で320回で完走できるかな。嫌な予感しかしないわ。変なおコマ普通の周回数は超えるでしょう。それでもやるしかないのだ。無課金に選択肢はない。さて周回数はどうなったのか。すでに360回超え。そして3回かばってるし。1レースにバックの弊害もあるかもしれない。単純に周回数が増えそうですね。行きますよ。ドバー。これで3つ目の星を得たわけですが、もう一回遊べるどん。勘弁して。すでにケンナオコマーク2並みですが、ここからもう一段階上を目指します。いやもう十分堪能したよ。いえいえまだです。これからです。それでは最後の星を手に入れましょう。過程は全てカットです。いや長く苦しい戦いだった。省きすぎたので苦しさが伝わりづらい。この車の特徴は何でしょう。高水準でバランスがいいですね。加速は抜群です。最高速は控えめですが、パーフェクトニトロで伸ばすことができる。突き詰めるとニトロの管理がシビアかも。適当に乗っても、それなりに応えてはくれます。結論、育ててよかった。小学生並みの感想。周回数の最終結果ですが、595回でした。およそ600。1日50周で12日かかる。そうです。通常なら間に合っていない。だがしかし、これは特殊なカーハントでしたよね。通常のライオットはハントが終わって開始ですが、今回はライオット中もハントを継続可能でした。だから私はライオットを捨てて、12日のハント期間を生み出したのです。ライオットの開始までも10日ぐらいありました。それでも余裕はなかったし、もうやりたくない。心機一転、次のターゲットは何でありましょうか。エレクトリック R。この名前、どうやら一般的ではない様子。検索しても全然ヒットしないわよ。IDR。こちらの名前が広く使われているようです。そもそもフォルクスワーゲンが ID シリーズを展開しております。IDR。つまり、この車固有の名称は R。みたいなものですか。なんか違う気がする。ほいじゃあリレーパックでパパパッといって終わり。スターアップ工事完了です。成し遂げたぜ。グランプリで鍵を得るために万全を期して星を増やしました。このままいけるかなと思ったのですが、運よく設計図が集まる流れがありました。続きは次のチャプターにて。これはグランプリ開催中のマルチでの出来事。マイルの報酬を得られるようですね。こうしてスターアップはできたのですが、アップグレードは一旦保留。いつものケチが働いたと思いましたか。思いました。今回は一応理由がありまして、スターアップしてないふりをすることにしました。アップグレードをしなければあたかも二つ星であるように見せられる。そんなことをするメリットはあるのかな。下手に刺激したくなかったのです。私が三つ星を見せることで星上げ合戦が始まるのは避けたい。私は二つ星でも勝てそうだったので、わざわざ星上げ合戦のきっかけになるメリットもなかった。そういう見えない駆け引き、すごく楽しい。
これはグランプリの結果であります。そして、少し残念なお知らせです。録画設定にガバがあり、ゲームの音が入っていません。変に設定をいじるからだ。おっしゃる通り、この時期はライブ配信のテストをしてまして、 Twitter のフォロワー限定で公開しました。懐かしい。しかしそれが原因で録画をがばる。先本モニターのみ、実際に音を鳴らしても、録画に音が入らない。それは OBS スタジオを使いこなせなかっただけでは。そうだよ、アホだよ。ということで、しばらくの間は、ゲーム同じとなります。ご不便をおかけします。自分でもある。自分を売るみたいに言うな。むしろうるさくなっている。音量のバランスは気をつけていきたいところさん。なぜパックを開けたら爆破するのか。これがわからない。鍵が手に入ったので、よしとしましょう。いや、その理屈はおかしい。この車についてお話しします。特徴をよろしくお願いさしすせそ。なんといっても、爆発的な加速力。これは外せない。そうだよ。ハンドリングの数値は平凡ですが、たとえ減速しても、ニトロをかけばすぐ最高速。ゆえに、高いポテンシャルを持った車でしょう。噂にたがわぬ加速力。そんなわけで、今回はここでおしまいだ。また次の動画でお会いしましょう。